売る時の、手数料、その仲介業者さんにかかると思うんですけども、エスクローの費用だったりとか、そういう登記費用っていうんですかね、それ以外にかかる部分とかってどれぐらいかかるんですかね。あの、その物件の値段にもよるんですけれど、あの、機会あったらちょっとね、細かい数字をお見せしたいなとは思いますけども、ざっと計算すると1%ぐらい、プラスしていただいたら大丈夫だと思います。で、そのあ、中には、登記の費用だったり、その登記書を、エスクロがまた弁護士を雇って書いてもらったりするんですけど、その費用だったり、あと、名義に保険がかかるんですね。っていうのは、なるほど。あの、代々、その一軒とかその土地にオーナーさんたちが代々受け継がれていくわけじゃないですか。で、はい。その中で、時々問題が起きるんですね。で、その問題が起きた時に、やっぱり調査費用だったり、弁護士費用だったり、いろんな費用がかかったりするので、それをカバーする保険っていう意味も兼ねて、物件を買った時っていうのは、その名義の保険も必ず買うんです。あ、なるほどなるほで、ど。そういう費用全部含めて、おおよそ1%って思あ、ってていただきたいと思いなます。るほどなるほど。わかりました。そしたら、じゃあ、ハワイで不動産を買う場合は、その、登記費用っていうのが、その、エスクローさんに払うっていうことで、全てやってそうです。もらえるっていう。そうです。はい。なので、なるほど。こっちにいくら払って、あっちに払ってっていうよりも、何しろ、エスクロが全部、あ、その、じゃあ保険と流れ、かもエスクローはい。さんがやってくれるっていうイメージですかね。保険っていうのは、火災保険とかのことですか？ですかね。先ほどおっしゃってた、その、あ、権利名義保関係に、険ね。うん、名義保メイン。険はエスクロがやります。あ、はい。なるほど。で、購入のプロセスの中で、オーナー、そのバイヤーさんが払わなきゃいけないっていうのは、おそらく、家の検査のお金、インスペクターを雇って家の検査をこれ絶対しなきゃいけないことではないんですけれども、推奨させていただいているので、それは、された方がいいと思います。その費あ、用と、はい。あとは例えばプールのある家だったり、ね、家のエアコンがちょっとカビが生えてるんじゃないかとか、壁が、古いので何か、悪いものがついてるんじゃないかとか、いろんなうん、問題を気にされる方は、それぞれその、検査費用は別途で払っていただかないといけないんですけど。なるほど。その、インスペクターの、その、検査費用っていうのは、基本的にバイヤーさん、買い手側はい。が買うっていうことが一般、するって、そうです。支払うってことがはい。一般的なんですかね。そうです。はい、そうです。っなるほど。ていうのは、自分が買う物件に対して自分が自信持たなかったら買えないじゃないですか。ええ、うん。で、自分が目で見て、見えるところはわかりますけど、例えば、全部水道が漏れてないかとか、洗濯機がちゃんと動くかとか、壁にひびが入ってないかとか、そういったものっていうのは、やっぱり専門の人に見てもらった方がいいと思うんですよね。ええ、なるほどなるほど。その検査代っていうのは結構高いんですかね？どれぐらいするもんなんね、ですか？そのお買いになろうと思ってらっしゃる物件の広さとかにもよるんです。で、う一戸ーん。建てだと、そんなに安くないですっていうのは、その家の下とか屋根とかにも潜れたり上がれたりするときっていうのはそこまで検査するんでね。えそうするえ。と2000ドルとかになっちゃうんですけど、あ、なるほど。普通のコンドミニアムの2ベッドルームぐらいの普通のところだったら1000ドルしないぐらいかな。だいたい1000ドルぐらいって思っていただあ、いてたら。なるほど。コンドミニアムだはい。とシンプルで、うん。その分半分ぐらいで済むと。なるほどなるほど。わかりました。そしたら、今度はその買い手側さんはい。の視点でちょっと見ていきたいんですけども、じゃあ買いたいですよっていうふうになった場合なんですけど、それもやっぱり売るときと同じように、その買い手側のエージェントさんに手数料を交渉で、だいたい売買価格の4.5から6%ぐらいを制約時に支違います、違います。払うっていう。あ、違います。バイヤーさんの場合は払わないです。っていうのは、さっき、一番最初に言ったみたいに、セラーさんがバイヤーさんとセラーさん側に払うんですよ。なので、なるほどなるほど。バイヤーはもう本当に自分が好きなところを選んで好きなように、ご自分でですけど、検査をして、で、買うと、その方のエージェントさんにはセラーさん側から支払われます。
なるほど、なるほど。じゃあ、ハワイで不動産を買うときは、じゃあ基本的には手数料はいらないっていうことなんいらない。ですね。なるほど、いらななるほど。いです。はい。売るときに払います。なるほど。買うときはいらない。はい。なるほど。わかりました。ちなみにそのハワイで不動産を買いたいですよっていうふうになったときは、マミさんだとか、その日本人の方が対応してもらえるっていうことなんですかね。はい。日本人でも日本人じゃなくても誰でもいいんですけど、ええ、あの、バイヤー側のエージェントをつけるっていう意味は、あの、売ってる人にお話をしてしまうと、例えば私も物件をお預かりすると、その物件を売りたいじゃないですか。ええ、なので、そこに物件をたまたま見に来てくださって、で、その方にエージェントさんがいなかった場合には、この物件をどうやって売ろうかっていうことをまず考えるわけですうよ。ーん、うん。でも、バイヤー側のエージェントとして動く場合、私が動く場合には、この方には何が向いてるのか、このうん、方にはどんな物件、この方はどんな物件を求めているのかっていうふうに、そのバイヤーさんのことを100%考えて動かなくちゃいけないのが仕事なんですね。だなるほど。から、うん、両方を任せないで、自分が買いたいことは自分の味方、自分が雇うわけですよ、結局はう我々、ーん、リアルターを。で、雇われた私たちはその方に全面的によく、いい思いをしていただくために頑張るわけです。なるほど、だから、なるほど。何か買いたいなと思った時にはもう本当に自分の専門のバイヤーとしてのエージェントを、つけられることをもう本当にお勧めします。あ、なるほど、なるほど。ちなみにそのバイヤーさんを見つけるには、ネットで検索してハワイの物件を見ていて、まあ、このエージェントに申し込むっていうふうになった時に、見てわかるんですかね。バイヤー、セラーさん側のエージェントさんなのか、バイヤーさんのためのエージェントなのかっていうのは、あの、どこかの物件を見てて、その物件で出てきたエージェントだったら、その物件を持ってるリアルターっていう可能性の方が高いですよね。たあ、だ、そのなるほど。人はいけないわけじゃなくて、その人うん、にお話をして、今度は、あなたの今持ってる物件には興味が別にないんだけど、こういう物件を探してるんだけど、助けてくれますかっていうようなお話をされるのがいいと思います。で、あ、セラーなるほど。側の私たちも両方やってます。もちろん。バイヤーのエージェントとしても動くし、セラーのエージェントとしても動くんで、どっちのジャケットを着るかっていうことですよね。その、あ、なるほど、クライアントさんのなるほど。ために。うん。じゃあ、まあ、ここに、まあ、掲載されているところに問い合わせをして、あの、まあ、これ見たいんですけどってことで見学をしたときに、いや実はこういう条件で探しててっていうふうに話したときに、あの、セラーさん側の仲介さんが持ってる物件だけを紹介されるっていうリスクはない。もしね、それでそういう方と出会ってしまったら、次の方に行った方がいいと思います。あ、なるほど、なるほど。わかでもね、りました。え今、こうやってね、ウィンウィンさんでも時々セミナーさせていただいたりとかってして、いますけども、ネットでもいろんなところでセミナーしてたり、あとえ、えは、日本の会社でもこうやって、私とウィンウィンさんがこう、つながってたりとかってするみたいに、懇意にさせていただいているところっていうのが、こう、いろいろあったりするんで、ネットで検索されても、日本の中にいらしてても、いいエージェントっていくらでも見つける方法あると思うんですね。うん、なうん、ので、いろいろなセミナー参加してみたり、あとはいろんな会社に問い合わせて、エージェント紹介してもらって、で、そこでの会話をちょっと試してみたりっていうことをしたらいいんじゃないかなと思います。うん。で、なるほど、もちろん、なるほど。その人がすごくいいエージェントであったとしても、人間同士じゃないですか。うなので、ん。自分と合うエージェントを見つけるっていうことが、いい物件を、購入する近道だと思うんですね。あ、なるほど。うん。で、例えば自分が赤って言っても、どんな赤を想像するか。で、郁恵さんの赤と私の赤と違う赤だったりするかもしれないじゃないですか。そうですね。
だからその赤って言った時に、その赤がこういう赤でね、すごい深いバラみたいな赤でねって言ったその赤が、この二人の中でどれだけ近い色が想像してられるかっていうところなんだと思うんですよ。だから、おうん家なんかも、こういう家がいいですって言って、そのいいですって言った家がどれだけ私に伝わるか。うん確かにそうですね。あのこの日本に行ってハワイの不動産を欲しいなっていうふうに思った時にやっぱり直接話せる方がいいなっていうふうに思うと思うんですけれども、ただ、まあ、そこでその日本にいてやってる人と、まあ、その話すっていうことが果たしてあの本当に現地の様子とか分かってるのかっていうのも不安なので、はい。やっぱりどんな物件でも、そこに住んでて見てると、例えば、レストランでも、ここのレストラン、しょっちゅうオーナー変わるよねって、一回もなんだかこう流行ってるところないよねっていううような、なんかその、ん、住んでるから、いつも見てるからこそわかる状況ってあるじゃないですうん、か。そうですね。うん。で、すごくなんだ、角地ですごくなんだか人が入りそうなのに、いつも入らないのはなんでって、よくわかんないけど、ここはダメだよね、とかうっていう、そういう、ん、あの、まあ、情報で、うん、ここのお家ってなんか何年かに一回車突っ込んでるよね、みたいな、そういうのは、ここにいなきゃわからないうん、と思うんです。はい。なるほど。で、さっきね、直接お話ししたいとかっていうことだったですけど、今、私ほとんどのクライアントさんとは、LINE の電話だったり、うん、あの、まあ、ズームだったり、うん、うん、ほとんど LINE ですね。LINE で、うん、それこそ本当におはようございますから始まって、ええ、普通に別にお隣に住んでるような感じで、会話、まあ、実際自由に電話もいただいてますし、テキストも行ったり来たりしてますし、うん、うん、あの、どこに住んでても、あんまり、不自由さっていうのは、いい時代になりましたね。全あ、然感じなるほど。ないですね。なるほど、うん。なるほど。じゃはい。あ、前までは、その、ハワイにお客さんが来られた際に、まあ、実際に物件を見ながらだとか、まあ、そういうふうはい。に、ご案内してたんですけれども、まあ、今、コロナ情勢で、行き来しにくくなったっていう時も、やっぱり、まあ、うん。その LINE だったりとか、はい。まあ、こういった Zoom の会話とかで、はい。お話をされているという状はい。で、況ですね。LINE は、特に画面も映るじゃないですか。だからはい。顔を見てお話ししたりすることもあるし、あとは、ええ、ちょっとここの物件気になったんだよねっていうふうに、いただくと、じゃあちょっと、ちょっと待ってくださいね。明日ちょっと何時に時間あったら、また、電話くださいって言って、そこの物ええ。件に私行ってますからって言っあ、て、その物件をなるほど。実際に、うん、うん、うん。画面でお見せしながら、あ、なるほど。で、今、これ見てますけど、ここはいいとこですよねとか、うここちょっん。とこんなのが気になるからやめた方がいいんじゃないですかとかっていうあ、話を、そこで、なるほど、なるほど。実際に私が現場で見ながら一緒に、歩いたりっていうあ、ことももちろん可能なので、なるほど。うんうんはい。なので、今もう日本だからとか、アメリカにいるからとか、あうん。うん、んまり関係ないと思いますね。うん、うん。ただ、いい物件を選ぶには、やっぱり現地にいて、現地で、まあ、フルタイムでやってるエージェントを選ぶっていうことがいいと思います。なるほど、なるほど。じゃあ、周辺環境だったりとかも、Google マップだけじゃなく、実際のこう映像ではい。届けていただけるとはい。もちろん、もちろん。いうことなんはい。ですね。はい。で、なるほど、なセラーるほど。側としても、今、いろんなビデオを作ったりとか、3D って言って、中で自分たちで、iPhone とかでこうやって指するとそこで家の中を歩いてるような様子ができたりとか、いあ、ろんなええ、ものができてますので、うん。はい。ハワイに行かないと物件が選べないっていう時代ではなくなってきてるかなと思います。うん。もちろん肌感とかがあるんでね、できたらやっぱり来て見ていただきたいと思いますけど。なるほど、なるほど。はい。わかりました。ちなみに、郁美さん、ウィンウィンにお入りになられて、はい。どうですか今、どんなことされてますか？あ、私はですね、ウィンウィンプロパティーズで、まずセミナーの企画の方をさせていただいております。で、これからいろんなジャンルのセミナーを増やしてですね、アメリカ本土での不動産販売がメインなんですけれども、本当にアメリカっていうのは広くて、もう
金額帯も下は数千万円、1000万円台から、上は本当に大きい、ホテルだとか、そういう商業施設の案件ですと、本当に何百億円というふうにかなり幅広い、価格を扱ってますので、お客様のその層というか、うニーズだん。とか、もう本当に多種多様になっているので、そういったところでそのセミナーを個別に配置することで、その皆さんのニーズに合ったものをお届けできればと思いまして、今たくさん種類をですね、セミナーの方をあ企画しているところです。あ、はい。もともと私がウィンウィンさんと出会ったのは、はい。私のクライアントさんがウィンウィンさんで、どこだったかなメンフィスだったかなあ、の物件をお買いになられてて。で、えハワイの物件の話してて、お買いになっていただいたんですけど、そのクライアントさんが、こんな会社があってね、で、いい会社なんだよって言ってあ、紹介してくださったんですよ。なるほど。ありがとうございうん。ます。ちなみに、アメリカ不動産を販売している会社っていうのは、いろいろあると思うんですけど、マミはい。さんから見て、ウィンウィンのいいところというか、うん。フットワーク軽いですよね。なるほど、なるほど。うん。そはい。で、すこがちょっと、ごくね、ええ、もちろんそのフットワークとつながるのかもしれないけど、いろいろなことに積極的にチャレンジしてるなっていう感じがすごくするんですよ。なるほど。うん。そういったところがちょっと評価していただけるところですかね。ありがとうございはい、ます。はい。なので、セミナーしましょうよってちょっと言った時も、いろんなええ、会社さんとね、そういう話しても、なかなかそうですね、で終わるとこ多いんですけど、ええ、ええ。ウィンウィンさんの場合は、はい、やりましょう、やりましょう。何日がいいですかっていう感じなんですよ。会話自身がね。なるほど、なるほど。はい。そうですね。会社としては、かなり新しいことをチャレンジ。うん。はい。はい。そのバイタリティはなんかいつもいいものをいただいてる感じがします、私も。ありがとうございます。わかりました。そうですね。そしたら今日は特に具体的な物件紹介とかはなしで大丈夫ですかはい、ね。そうですね。またあ、次回、お話をしながら、そのお話に見合った物件をなんかちょっと一件二件ずつ持ってきてもいいかなと思ってます。なるほど、なるほど。わかりました。じゃあちょっと質問としては、そうですね。法人さんの話をちょっとしたかったんですけど、法はい。人さん関係の質問って最後1回だけしても大丈夫ですか？もちろんです、もちろんあ、です。すいません。じゃあ、一つ質問なんですけれども、はい。ハワイで不動産を購入する場合、法人で買った方がいいのか、それとも個人で買った方がいいのか、はい。現地法人を立てたりとか、納うん。税関係だったりとか、1031エクスチェンジっていう、そういう課税方法もあるっていうふうに聞いたんですけれども、はい。どういう場合はどういうケースで進めていった方がいいとか、こそういったところもれは、伺いたいんですけれども。その方の、本当にバックグラウンドから始まって、あええと将来の展望。例えええば、どのぐらいの物件をどのぐらいの長さで、どういう意味合いで持ちたいのかっていうことで答え全然違ってくると思うんですね。なるほど、なるほど、そうですはい。よね。はい。なので、ちなみに、例えば、私にこういう物件を見つけてくださいって、言ってくださった方に、大体その物件見ながら名義のお話とかっていうこともだんだん始まるわけじゃないですか。で、ええその間に、ぜひ日本の税理士さんだったり、あとはこちらの、税理士さんや弁護士さんや、そういう専門の方と一回ちょっとコンサルしましょうよっていうことをうん、します。うん、うん、うん、うん。うん。なるほど、で、そのなるほど。時に、あの、うまあ、税、税法的だけで見ると、この間ちょっと日本のいつもお世話になっている税理士さんとお話ししてたら、日本の、あの、会社、法人、日本法人で買うのが一番問題なくてシンプルで一番いいよねっていう話は聞いてます。なるほど、なるほど。はい。そういうことなんですね。なんかうん。日本法人で買うと、最初に源泉税っていうので、最初にその
源泉徴収で結構多めに取られちゃったりすることがあるっていうふうに聞いたんであ、すそれはね、けども。最初じゃなくって、最後の話じゃないですか。あ、なそるほど。の物件を売るときに外国人税っていうのがつくんです。であ、も、なるほど。それは、はい、それは、ウィズホールドって言って、一旦、っていうのはね、昔、外国に出ちゃうと、国は追いかけられないじゃないですか、そこまうで。なので、ーん。税金を払わないで、売り逃げしちゃってた方が多かったと。っていなるほど。うんで、アメリカ国だったり、ハワイ州だったりが、いや、これはもう最初から集めちゃっといた方がいいねって、逃げちゃうーん。う前にもらっちゃっとこうよっていうのかあ、ら始まったのが、はい、税金なんでなるほど。すけど、うん。で、じゃあ、なので、そうん。れは結構大きいんですけどね、20何パーセント取られるんでね。でも、うん。取られたからって、最後その辻褄が、皆さんやっぱり物を売ってお金が入ってくれば、その分の税金って払うわけじゃないですか。ええ、ええ、ええ。なので、もともと払う税金なんです。で、なるほど。それを多めに集められちゃってるんで、払った時点で返してくださいって言えるんですよ。これだけ差があって、あの、多く払い、過払い分っていうのがありますよねっていうことで、うん、それをうん。返してくれたりするので、ええ。あの、あんまりそこの払うからとか、取られるからって、取られちゃう、ごめんなさいね。その時にその何十パーセントが必要な方はちょっと問題ありますけど、それは後で戻ってくれば待てばいいよっていう余裕のある方にとっては全うん。然問題ないと思いますね。なるほど、なるほど。じゃあ、うん。その源泉徴収されるのは、売却時だけで、通年のタックスに関しては、まあ、通常通り課税されるっていう。はい、投資物件としてみなされますので、通あ、常通り。はい。なるほど、なるほど。ハワイの固定資産税とかの税金って、自分がそこに住んでるか、それとも、セカンドホームなのかって、で、もしくは、賃貸で出して収入物件なのかっていうので、それぞれ本当に、違って、パーセンテージが変わるんですね。なので、ええ。その用途によって変わってくるので、で、ね、日本の方がお買いになるときにそこに全く主の住居として住むわけじゃないんで、どのみち投資物件にはなるわけですよ。あ、なるほど。うん。自分で住むのか、投資物件なはい。で、自分のか。で住むとなると、今度アメリカで、税金払わなくちゃいけないんでね。だから、こっちに1年のうちにすごいたくさんいて他の人には貸してないよって言っても、それは主の住居じゃないですよ。あ、なるほど。うん。やっぱり、固定資産税として一番安いのは実際に住むっていうのが、一番抑えられる。はい、一番パーセンテージ的には一番低いのは自分がそこが主の住居でありますっていう証明をすること、そこうん。に住んでること。だから私が今住んでる私のお家は、一番、いろんなカテゴリーの中では一番安いものになってます。で、あ、その他、投資で持ってる物件とかは、その投資用として、その分の、タックスがついてきます。で、しかかかもそれも、ってくる。1億、評価額が1億超えたのと1億以下っていうのでまた違ってきたり、う普通のアパートとか、その一室を貸してるのと、ホテルコンドを貸してるのでもまた違ってくるし、まあ、そういう細かいお話は、どんな物件がいいかっていうのが決まった時に詳しくお話しさせていただきたいと思いますけど。あ、なるほど、なるほど。うん。わかりました。じゃあ、はい。そうですね、ハワイで不動産を購入する場合は、まあ、基本的には、まあ、居住用なのか、で、投資用なのかと。で、その中でも、投資用の中でも、コンドミニアムがあって、それから、戸建て。コンドミニアムの中でも、はい。コンドミニアムの中でも普通のコンドミニアムとホテルコンドがあっあ、って、ていうのがあって、はい、あとで、コープっていうのもいいんそれ以外にも、ですけどね。はあ、い。コープっていうのがあってっていう。うん、なるほど、なるほど。はい。で、戸建ての中でも戸建てと、あとタウンハウスって言って、いくつかの戸建てが集まってるみたいなのがあったり、いろいろ種類はあるので、あ、はい。日本でいう分譲地みたいなそうですね。もの。はい。なるほど、なるほど。まあ、選択肢は多いです。なので、いろいろ相談していただけたらと思います。わかりました。ちょっと最後に一つお伺いしたいんですけれども、投資目線で見たときに、いろいろ不動産種類あると思うんですけれども、マミさんのおすすめっていうのは、どの種類の不動産になりますか？投資っていうことは、はい。投資にもいろいろあるじゃないですか。例えええ、ば、何かを買ったからには、毎月の収入が欲しい方。あキャピタルゲインとは、うん。とインカムあとは、ゲインと。はい。あとは、
とりあえず何かを買っておいて、寝かしといて、それ中国の方に多いんですけど、どこか買って、もうそのまま、荒れても何でもいいから置きっぱなしで、なるほど。何年かして、上がったよねっていう時に、うん。売った時に儲かってればいいよねっていうようあ、な、なるほど、キうんャピタルゲインうんですね。はい。そうそう。なので、そういう、どこに重点を置いてるかにもよるうますけど、でも、ーん。ハワイは土地ですよ、やっぱり。うん。で、土地がやっぱり、上がってますので、あ、そうですよね。はい。本当の真の投資を考えたときには土地です。ただ、なるほど。日本にいらして、ここで戸建てを買っても、お世話がとても大変なんで、うん。なるほど、はい。なるほど。はい。実際だから、住まないで投資をするっていうふうになった時には、まあ、普通のアパートなり、コンドミニアムの一室なりを買っていただいて、で、それを賃貸で出すとかっていう方が、まあ、手間的には、収入的には大きくないですけど、手間的には楽かなと思います。なるほど。わかりました。そうすると、コンドミニアムとかは、まあ、その手間とかは省けるよと。っていうところで、まあ、インカムゲインとしては、月々のキャッシュフローとしては、そこまで大きいものではないんですけれども、ハワイ自体の土地の値段は、毎年上がっているので、キャピタルゲインとして長期保有をした場合には、そういったキャピタルゲインを見込めるような不動産ってことはい。ですかね。そうですね。なので、まあ、一回お買いになったら、5年から10年ぐらい持ってるぐらいの気持ちで、うで、できたらーん、それ以上持っててもいいかもしれない。ちょっとなるほど。長期で、今年買ったから来年売りましょうじゃなくて、少し長めに持ってるような余裕の、気持ちでいていただいたらいいかなと思います。なるほど、なるほど。うん。わかりました。ちょっとなんはい。か今度やりたいですね。今度ホテルコンドだとか、コープだとか、まあ、居住用だったら、こういう計画で行くと、まあ、こうなってとか、なんかちょっと、はい。もうん。う、そうですね。ハワイの不動産奥深いので、ぜひ、その話そう、始めちゃうとね、結そう構、ですよね。ちょっとはい。今日、ひとまとめにはできないかなと。マニアックな話になっちゃうんで。そうですよね。ちょっとなんか、はい、今度、一つでお題を決めて、ホテルコンドならホテルコンドでっていう詳はい。細をぜひちょっと聞きたいと思います。はい。うん。ホテルコンドだったら、例えば、ここのじゃあコンドミニアムはこんなのがあって、で、あとは、例えば、そこで収入がどんな風な収入になっててみたいな話しても面そうで白いかもしれないですね。すね。そうですね。面白いですね。私はぜひ投資面でもそうなんですけども、実際に住んでるお家だとか、う移住ん。に関してもぜひちょっと興味があるので、そちらはい。もはい。ぜひちょっとお聞かせいただきたいです。はい。はい。今度一回、あれしましょう。ここで、例えば、どこかの物件に私が行ってて、そこの物件の中を一緒に見ながらお話しするとかっていうのもいああ、いかもそしれないです。れいいですね。はい。うん。ぜひぜひ、はい。よろぜひ。しくお願いします。はい。まあ、何回かこれシリーズ化してお話ししましょう。はい、ぜひよろしくお願いいたしはい。ます。はい。よで、ろしくお今日はありがとう願いします。ございました。あはい。ありがとうございます。りがとうごまたお願いしざいました。ます。はい。